お待たせしました。進捗のご報告が遅くなり申し訳ありません。これまで私たちはサイドマシーンのハワイへの輸送手段に全く手応えがなく、暗闇の中をさまよい続けていました。ハワイへ送り、そして日本へ無事に持ち帰る。この当たり前のようなことがこれほどまでに難航するとは夢にも思わなかったのです。ですが、私たちは決して諦めて逃げ出していたわけでも立ち止まっていたわけでもありません。私たちは国際貨物について完全など素人。何をどこへどう頼めばよいのか、その暗闇の中で自らの足であらゆる機関へ足を運び、情報収集からようやく一つの手段にたどり着きました。私たちがたどり着いた答え、それは ATA カルネという一冊の手帳。これまで私たちはプロに頼めば道は開けると信じて疑いませんでした。日本を代表する物流の巨人たち、 YM 社、 NS 社、そして NX 社、彼らにあらゆる選択肢を提示し、輸送の見積もりを依頼してきました。しかし返ってきたのは丁寧な言葉で包まれた拒絶の数々。海外への中古車輸送を得意とする BF 社ですら送ることしかできないという一辺倒な回答。どの企業からも共に解決策を探ろうという熱量はみじんも感じられないものだったのです。日本に、いや世界にわずか1台か2台という希少な個体。巨大企業はそのリスクに二の足を踏んでいるのだと推測していましたが、本当の正体は違いました。単に我々ど素人の知識不足、それこそが全ての扉を重く閉ざしていたのです。この停滞を打ち破るためにありとあらゆるつながりに助けを求めました。一人は私のビジネスパートナーであるベトナム国籍の貿易会社社長マックさん。貿易の最前線を知る彼の現場目線のアドバイスはバラバラだったパズルをつなぎ合わせる羅針盤となりました。そしてもう一人、生前の M 氏とも交流があり、このプロジェクトに参加してくれたハワイ在住のジョナサンです。日本で機械ダーがかつてのヒーローとして扱われるのに対し、ハワイは今も熱狂的なファンが支える聖地。ミスター D と同様にジョナサンはその熱量を誰よりも理解していました。現地の企業であればこの熱量に応えてくれるのではないか。彼がハワイ海運大手のパシャハワイやパシフィックエアカーゴへ働きかけてくれましたが、それでも物理的な航路の壁は厚く、状況は再び膠着します。そこで打った次の一手、125年の歴史を持ち、ハワイ経済界に絶大な影響力を持つホノルル日本人商工会議所へのアプローチ。これが事態の風向きを劇的に変えました。なんと CEO から直々に連絡が届いたのです。そこから紹介されたのは我々が探しきれなかった日本大手の一角、阪急阪神エクスプレス。さらにその影響か分かりませんが、ハワイ日本大使館からも日本貿易振興機構ジェトロを紹介されるという展開に発展したのです。こうした足掛かりを経てついにたどり着いた税関の窓口。そこで担当者は確信に満ちた道しるべをくれました。ATA カルネの取得を前提に物流企業に話を持ちかけるのが最もスムーズですよ。その時私たちは残酷なまでにシンプルな事実に直面したのです。我々が通関手帳の存在を知らなかった、ただそれだけのことだったのです。大手企業が輸送を引き受けてくれなかった理由、それは彼らが冷徹だったからでもサイドマシーンが特殊すぎたからでもありません。単にど素人の私たちが世界を渡るためのパスポートである ATA カルネを知らずに丸腰で扉を叩き続けていただけだったのです。 ATA カルネ、 ATA とはフランス語のアトミッションテンポレールと英語のテンポラリーアドミッションの頭文字、どちらも一時輸入を意味し、カルネは手帳を意味します。日本では ATA 法という法律に基づき、商品見本や展示物を一時に海外へ持ち込む際に関税を免除し、手続きを簡略化する世界共通の仕組み。日本商工会議所から包括委託を受けて、日本商事仲裁協会がこの ATA カルネの窓口となり発給しています。
ここでよく混同されるのが JAF が発行する自動車カルネ CPD です。しかし自動車カルネは主に自走目的の旅行者のためのもので、アメリカ、ハワイはそもそも加盟していません。サイドマシーンを展示品として届け、確実に日本へ連れて帰る、このミッションにおいて ATA カルネこそが絶対的な正解だったのです。喉から手が出るほど欲しかった正解はこの一冊の手帳に集約されていました。現在マシーンの所有者である SW 黒沢により通関手帳の申請・発給手続きが急ピッチで進められています。巨大企業の拒絶、航路の断絶、そして自分の知識の壁、数々の困難を乗り越え、サイドマシーンがハワイの青い空の下へ渡る日は一歩また一歩と確実に近づいています。多分。ハワイの移送について情報を探るうち、ある広報にたどり着きました。北海道とハワイ州は公式な友好提携を結んでいたのです。2012年、新千歳とホノルルが空でつながったことをきっかけに急速に距離を縮め、観光が基幹産業、先住民族文化など共通点があり、北と南、互いを補完し合う関係として2017年に友好提携を締結していたのです。私は藁にもすがる思いで厚かましくも北海道庁国際課の門を叩きました。突然の訪問にもかかわらず担当官の方は真摯に対応してくださいました。そこで知ったのは、来年は友好提携10周年という節目、現地ハワイでイベントを企画しなければならないと。私は思わず口にしていました。キカイダーはハワイの文化的アイコン、10周年の目玉にこのマシンをハワイで展示しませんか。アイヌ文化のような北海道固有の伝統文化ではない。去年地元の町おこしイベントに一度並べただけで北海道と何らゆかりがあるわけでもなく、自分でも的外れな提案だということは分かっていました。けれどこれは日本を代表するキャラクターであり、ハワイの魂を揺さぶるアイコンである。この提案を果たして取り計らってくれるだろうか。いや、たとえ可能性は低くとも、このハワイ担当官にキカイダーという文化を共有できた、それだけでも十分な成果だと言い聞かせよう。結果がどうあれ、動いたものにしか見えない景色がある。これもまた一興。手応えのないまま停滞し、焦りだけが募る日々でした。けれど諦めずに動き続けた結果、ようやく一筋の希望の光が差し込みました。この停滞していた間も私たちを支えてくれた新たな協力者、そして心強いメンバーたち、彼らの存在がなければここまでたどり着くことはできなかったでしょう。今 SW 黒沢は ATA カルネの取得に向けて動いています。申請のハードルも想像以上に高いようで、一筋縄ではいきそうにありませんが、このサイドマシンのパスポートさえ手に入れば、その先にはバラ色の展開が待っているはずです。不可能を可能に変えるための次なる一歩、今後の展開もぜひ楽しみにしていてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしてこの旅を見守ってください。それではまた次の動画で。マハロー。